皆さんこんにちは、今回の動画も影虎に出演してもらっています。影虎眠いようです。いきなりですがまずこれを見ていただきたいです。伏せ、待て、よし、覚えたてで頑張って伏せをしている様子がたまらなく可愛いです。前回の動画ではミニチュアシュナウザーは賢いというお話をしました。実際お座りや伏せ、待てやよしといった基本コマンドは本当に覚えるのが早かったです。伏せ、伏せ、待て、よし、影、おいしいね、おいしいね、待て、よし、ひひ、咀嚼音。小さい頃に飼ってた犬はおばあちゃんがお手やお座りを教えていたので、うちの犬って頭いいな、可愛いなと思うくらいでしたが、影虎を赤ちゃんの頃に迎えて育てていく中で、今更ですがコマンドって可愛いだけじゃなくて一緒に暮らしていく上で本当に助かるものなんだなと改めて実感しています。ということで今回は簡単ですが、僕が実際コマンドで良かったと感じた場面やコマンドの練習方法をお伝えできたらと思います。これから子犬を迎えようとしている方やコマンドを練習中の方の参考になれば嬉しいです。まずは待てとよしです。これはご飯の場面で使うことが多いと思います。で、待て、待て。今は覚えているので食べようとしないですが、子供の頃は真っ先に食べようとするので待てと言って拳を握りしめていました。で、待てで食べちゃダメなんだなっていうことが分かってくると、手を開いても食べようとしないので、よしって言って食べていいよという合図で覚えてもらえるようになりました。いい子だね。これは直接手であげる時の練習方法ですが、ご飯をあげる時は器に入れてご飯をあげると思います。影虎が小さい時はご飯だと分かると飛び跳ねたり興奮しがちだったので、コマンドだけではなくて僕の動作や仕草でも落ち着くということを短い練習で教えました。例えばご飯の入った器を床に置こうとして反応したら一旦引き上げて、また落ち着いたら置こうとする、これを繰り返して床に置けるまでやっていくととても落ち着いてくれるようになりました。で、ケージの開け閉めも同じ考え方で、少しずつ開けて飛び出そうとすると少し閉めて、で落ち着いたらまた開けようとして、これを繰り返していくとすぐに飛び出ちゃダメなんだなっていうことを理解してくれて、ケージもよしと言ってから出てくるようになりました。で、暮らしていくうちに待てとよしはご飯以外でも役立つようになってきました。例えば散歩中の赤信号や横断歩道で止まってほしい時に待てと言ったり、ここで少し待っててねって言って待てって言うと動いちゃダメなんだなということを理解して、ちょっと戻ってくるまで待っててくれるという感じで、本当に待てとよし、この2つがあるだけで一緒に生活していくことや、一緒に行動していくことが簡単になったかな、やりやすくなったかなというふうに思います。次にお座りと伏せについてです。影虎の覚えたての頃の伏せって本当に可愛いです。伏せ、伏
伏せはおやつを手に持って地面に手を下げる形で教えていましたが、もっと簡単な方法はおやつを握った手を嗅がせて鼻先を押すと、犬は自然と伏せの形になるので、伏せた途端に手を開いておやつをあげる、これを繰り返す形で覚えてもらいました。最近はご飯が欲しいと言われる前に伏せをします。かけとら、何を見てるんですか？かげかげ、欲しいから自分で伏せしてます。先に伏せていい子ですってアピールしてくるのがとても可愛いと思ってます。よし。伏せは外出の時もとても助かっていて、ドッグカフェや犬と入れるお店でここでゆっくりしててほしいなという場面では伏せをしてもらっています。犬にとっても伏せの方が楽そうで落ち着いて過ごしやすいように見えます。車で一緒に移動する時も移動中に立つと危ないので、伏せやお座りで落ち着いてもらっています。あとシャンプー後のドライヤーも昔は興奮しがちでしたが、お座りや伏せで少し落ち着かせて行えるようになりました。最後に実用的じゃないですが可愛いコマンドも覚えているのでぜひ見てください。最後、お手、おかわり、タッチ、タッチ、あご、丸、伏せ。よし。それじゃ完璧だってね、今ね。その他にもうちではこんなコマンドを教えているよというものがあればぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今後も影虎の散歩デビューや他の犬との触れ合い、ドッグランやフェスなどいろんなところに行ったので成長記録を動画でアップしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた週末に。